今日は、私が、この心拍、皆さんもうご存知だと思いますが、この心拍を仕事をしていきたいと思います。でこの心拍なんですが、一度は、綺麗な形になってたやつなんですが、ちょっと、お客様が、持ち崩した、状態なので、今からもう一度、盆栽としての、形作りをしたいと思います。でですね、作業的にですね、この部分ですね、見えますか？この部分が長いので、この部分もっとコンパクトにしていきたいので、この部分を曲げる関係上ですね、これをこっちに下げる関係で、やっぱりこっちの方が、正面として作りやすいので、だから今回は、こっちから作ります。でですね、まあ今からこの太いところをこれを絞り込んでいきます。でですね、事前に絞り込む関係上ですね、ここにシャリって分かりますか？シャリがあるんですが、そこは、今日2時間なんで時間がないので、事前に、もう、ここを削り込んでます。これをグッと下げるためにですね、削り込んで、これを下げていきます。で、ちょっと私下げるので手伝い柊君がいますので、柊君にちょっとひねってもらいます。すいません、老眼なんで眼鏡かけます。柊、これで、大きい、枝を下げる場合はですね、こういう、ガイドワイヤー、要は引くやつ、針金だけでは難しいので、皆さん引いてやった方がですね、簡単に下がりますんで。でですね、こういう太い枝を下げる場合はですね、誰かに手伝ってもらった方が、下がりやすいので、で、これをですね、下げます。これを、下げる、段取りでしたので、こっちを正面にしました。はい。ただこっちでも正面にはできるんですが、今回は、こちらで、正面にします。うん、で、もう下がりましたので、今から普通に、形を作っていきます。少しこういう、角度を、傾けてる、やる予定です。でですね、やっぱり盆栽っていうのは、幹がある程度見せて、やった方がその幹の動きが、出ますので、この枝ですね、これはちょっと、前の方に出てきてますんで、これは、カットしてやる。これでですね、ある程度、この幹の動きっていうのが、見えてきます。で、もう基本的にはですね、盆栽の針金をかけるときは、1の枝、これはちょっとこれをもう1の枝で、作り込みます。で、ここがもう頭で作っていきます。で、これが、後ろ枝っていう感じです。はい。で、あと時間、2時間なんで針金多分、2時間以上かかりますんで、こういう陣はまた後で、時間が残ればこれを、陣に針金掛けは、枝の取り方は別にすごいシンプルなんで、もう1の枝2の枝3の枝っていう感じでやってください。で、これが1の枝なんで、これをですね、今から針金を巻いて、少し下げてやります。商品盆栽は特にちっちゃいので、針金掛けやっぱり作業的には細かいのになるんで、やっぱり大きいのに比べたら、
very 作業的には難しい、くはなりますが、 little bit complicated Ah, yeah. work compared to the larger size bonsai. で、心拍ですね、今の時期はやっぱり皮が、多少むけやすくはなりますので、まあ、皆さんは、冬場、秋から冬場春先ぐらいまでですね、その辺でかけた方が安全にはなります。 To make wire, で、針金掛けのポイントとしたらですね、まあ、なるべく、針金が、交差しないで、きれいに、交差しないで、かけていくのが、まあ、針金掛けとしてはきれいに見えるので、それを心がけるようにしてください。でですね、これも枝を少し下げるので引いてやります。引いてやる方が、簡単に、下がると思います。まあ、今からは地味な針金掛けになるので、皆さんはい、あちこち移動しながらですね、まあ見てもらったら大丈夫だと思います。でですね、今、1の枝、下げました。で、まあ後で見てもらったら分かるんですが、多少、ここに、裂け目があります。でも全く問題ありませんので。でですね、今から、この1の枝を、全部ですね針金かけて、形作っていくんですが、針金のかけ方はこの手のひらですね、一番の頂点をまず決めてもらいます。一番長い部分ですね。それで、手のひらを、広げるように、かけてもらったらですね、その棚がきれいに見えます。で、このラインを揃えてやるとですね、もっときれいに、この棚がきれいに見えます。で、先ほど言ったように、最初の、メインの灰、このワイヤーに、まあと同じ方向に揃える感じで、針金をかけていきます。まあ商品盆栽なので、皆さん、見えにくいとは思いますが、後でまた、針金の方をチェックしてもらったらいいと思いますので。でですね、やっぱり心拍の場合、枝が細い場合が、細い枝まで、かけてやりますので、今回私がですね用意したのが、12番から、23番までですね。心拍は特に、細い枝までかけていくので、特にですね、いろんな種類の、銅線を用意した方が、きれいに作業ができると思います。で、まあ、最初に説明したらよかったんですが、これ枝がですね、こういうふうに先がぐっと伸びてます。で、ですね、もし枝を太らす場合はこのまま、カットしないで、伸ばしてあげる。で、もう枝が、もう十分、太さが、枝が十分の太さがある場合はもうこの先をきれいに、揃えてやります。Simultaneously press if you want to press down the branches, pull the branches down, and then at the same time you wire into the shape of the leak. You understand? で、ですね、今、こういう状態で、今1の枝がですね、No finish wiring. 本当はですねもっと丁寧にかけるんですが、まあ、皆さんに見せるということで、多少粗いんですが、全体にこういう形で、枝をかけてやります。
で、このラインを揃えてやったらですね、その棚が綺麗にすっきり見えるので、木が、なんていうんですかね、生き生きとした、状態で見えてくると思います。 Outer line in neat. で、ですね、基本的にこのライン、こういう状態です。ここで手のひらをかけた状態で、広げてやります。で、こういう内側の枝、これはですね、この最初の棚の上に置いています。これですね。そしたらですね、棚に厚みが、できてきますので、はい、その奥行きが、出てきます。こういうぺっちゃんこの枝だったらですね、その奥行き感が出てこないので、なるべくこの、棚をですね、棚を、その奥行きが見えるように、こういう感じでふわっと上に乗せてやります。で、今から、この部分ですね、この部分をまた針金かけていきます。He just understand. He says that in 3 years. I mean the longer years for age tree. But the younger tree, you need to check maybe 1 year, 2 years. Also, he start with. So he says that any kind of bonsai, just start. Just to get acquainted with watering. And bonsai business is at least 3 years to accomplish the way of watering. So just start. 普段はですね、まあ大体丸1日半ぐらいかけて、ゆっくり作業はしていくものなんですが、今日はですね、まあ2時間ということで時間的に無理があります。だからある程度の大体の形ですね、それをもう作り込んでいきます。だからこのやっぱり針金かけなんですが、この枝に応じてですね、針金のサイズを変えてやるとですね、針金が、きれいにかかります。Talking about the wiring, he has to change the size of the iron wire according to the size of the branches. で、まあ先ほどの棚の話と一緒になるんですが、まあ、この棚を揃えた場合、下向きの、枝を外してやった方が、で上向きのやつはところどころ残して下向きを外してやった方がこの棚がきれいにできてきます。でこの頭の、まあ、作り方なんですけども、まあ、頭の部分がですね一番、その、針金掛けですね。枝の部分はこう手のひらのように広げてやるんですが、この頭の部分はですね、全体にこうお餅をですね、作るイメージで丸くしてやります。こうピッてとんがらしたらですね、木がですね、すんごい若くっていうかですね、時代感がなくなりますので、全体で、こう、丸くしてやるっていうのが、理想的な、頭の作り方になります。だから最初に、この前側の部分をですね、ある程度決めてやって、こういう後ろ枝で、その空いてる部分をカバーしてやることで、全体が、丸くなっていきます。だからですね、まあ、この頭作りですね、これが、非常に、皆さんにとっても私にとっても、まあ、難しい部分にはなります。まあ、針金をかけて、広げてやってですね、中まで太陽が、当たることで中の弱い目ですね、そういうところにも太陽、当たりますんで、そういう目が、元気になっていきますので、この針金かけの形作りにもあるんですが、きちっと太陽を入れ込んでやるっていう、ことにもなりますので、中の目というものが元気になってきます。だからこの針金作業ですね、広げてやることも、
多少枝を透かしてやることも非常に、その芽を助ける、中の芽を、弱い芽を助けるということで、重要な、作業になります。で作業はですね、常に、正面から、チェックしてやるっていうのが、大事になります。だから、今状態ですね、この前側を、先に、決めて、この裏側の枝ですね、これで、この辺を、まあ、カバーしてやる、隠してやるということで、全体的に、頭が、まあ、お餅のようにですね、丸く仕上がりますので、そのこうとんがった頭っていうよりは、丸い頭で、仕上がっていきます。まあ、頭を作るのがそれ、は、そこがですね、まあまあ秘訣というかポイントになります。その形作りなんですが、基本的にはこの前側からですね、前側から、形を作ってやって、この後ろ側の枝ですね、この後ろ側の枝は、この空間、ここに空間がありますので、その空間を埋めてやるって感じで全部後ろ枝は、作業していけばですね、そのきれいに棚が、盆栽の枝の棚が仕上がっていきます。まあ、このですね頭作りは、まあ、パズルみたいなもんでですね、ないところに、ないところに持っていってやるっていう、そのもうパズルみたいな作業になります。ですね、今、とりあえずですね、全体の形としたら、こんな感じです。あとはですね、この後ろ枝、これを、下げ込んでいきます。で、これなんで伸ばしてるかっていうと、先ほど説明したようにもう少し枝を太らしたいということで、これだけは伸ばしてます。これを伸ばすことで、この、枝を太らしてですね、あと、太った時にこれを、切ってやるとこの小枝ですね、ここが充実して、さっきここが汚いって、外国の方に言われましたんで、ここをカバーしてやるということになります。でこの、後ろ枝なんですが、さっき、説明したようにですね、まあ、ここの部分はこの枝で、空間を埋めてやる。あとは、ここの覗き枝、基本的に盆栽腰高だとですね、木が迫力不足になりますので、ここの空間を少しカバーして、覗き枝っていうんですけど、ここをカバーしてやるっていうことでその奥行き、表現できますので、そこにちらっと、枝を見せてやります。針金かけど作業自体はですね、あともう少しで、終わりますので、だいたい2時間ぐらいですかね今。で、時間があったらですね、もう少し、この今、先ほど、切った枝をですね、まあ時間がある限り、まあ陣という部分なんですが、それを作っていきたいと思います。This is nozoki eda. With this, you can feel or recognize. You can easily recognize the depth of the tree spreading outwards. So many technical terms, terminology is very complicated to express. まあとりあえずですね、これで、皆さんに、見えるようにですね、これちょっと枝の下げ方、私十分は気に入ってないんですが、とりあえず、
これで、形としては、こういう形でですね、また後で直すんですけども、とりあえず、こういう形で、仕上がります。 Angle of the tree. で、こんな形でいいですか？ It's okay. Like this way. はい。まああと30分ありますので、こういうとこですね、さっきカットしたやつを、少し皮を剥いて終わらせたいと思 So いま has す。 30 times still left. So he want to peel the bark off. でですね、今切ったばっかりの枝なんで、こういう、やっとこですね、こういうやつで、Using pliers like this. こうなんていうんですかね、潰してやる、潰してやったら、すぐ、皮の方を剥けますんで、 And easy to peel. こう潰してやったらですね、今、水揚げ、心拍どんどん成長期なんで水揚げしてますんで、この皮を剥くこと自体は、すぐ簡単に剥けます。ただ、この場合ですね、切ったとこそのまんまなんで、後でまたですね、ですね、小ぶ切りとかいろんな道具で切ったまんまの状態じゃなくてとんがらしてやるっていう感じです。ちょっと先を削ってやって、自然らしさを表現するということになります。で、先にある程度剥いてやってですね、この場合、ここにも陣があって、ここにも陣ばっかりになっていやらしいと思う、いやらしいっていうかですね、何かおかしいなと思ったら、しばらく眺めながらですね、その陣を、ゆっくり調整してやる、その陣の形をゆっくり、調整してやった方がですね、失敗がないということになります。 It's time to make gym in the winter time. When the bark is completely die off, they harden. Otherwise, around the growing season, the part is still soft and easily die back. So the best time is in winter period. こんな感じでですね、今、この部分皮を剥いてやりました。でこれでまたですねゆっくり、何日も見ながらですね、ここ短くしようかイメージを、イメージを頭の中で浮かべてもらってですね、それで、もう切ったらくっつくことできませんので、ゆっくり陣とかの作りの場合はですね、枝は切ってもまた新しい枝で出てきますので、陣とかの場合は、もう生えてきませんので、ゆっくり考えていただいたらいいと思います。で、この状態で、植え替えは今日は時間がございませんので植え替えまではできませんが、明日私向こうで植え替えしてると思いますので、また来られる方はよろしくお願いします。どうもありがとうございました。Thank you very much.